つるくんです。今回ご紹介するキットは映画エイリアン・ロムルスから、こちらスコーチドゼノモーフのフィギュアとなります。以前にネカ版のスコーチドゼノモーフのフィギュアをご紹介したんですが、箱の大きさから見ても分かる通りですね、ネカ版に比べてかなり大きなフィギュアになっているのが分かると思います。迫力もですね、かなり増していると思いますので、非常に楽しみにしていたキットとなります。キットの方はこのクリアのカバーの方ですね、この中に入っているので、まずはこのクリアのカバーの方を外していきたいと思います。よいしょよし、クリアのカバーを外すとこんな形で入っています。一見してエイリアンの大きさがわかると思います。ちゃんとですね、ウェイランドユタニのマークが上下についています。内箱の方はですね、正面がクリアになっていてフィギュアが見えている状態で、箱の裏側はこんな赤を基調としたエイリアンの写真が載っています。今回のキットはホットトーイズ版のフィギュアとなります。では早速ですね、開封の方をしていきたいと思います。よいしょ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 。よし、それではオープン。よいしょ。箱の下側にマニュアルの方がくっついてますね。それではブリスターオープン。これブリスターの上に手首のパーツですね、これがくっついてますね。開けた時に独特の匂いがしますね。おそらくね、塗料の匂いなのかな。ちょっとね、エイリアン臭さが出てますねどんな匂いしようね尻尾の上にフェイスハガーが乗ってるんで、これを先に剥がしますフェイスハガーもそこそこの大きさがありますね。今回台座の方をですね、付属していますので、フィギュアを固定するアームの方ですね、こちらの方が入っています。それから本体の方がこんな感じですね。いや、でかいむちゃくちゃでかいですね。よいしょ。しかも重たいで、台座がですね、今回付属しているということで、ちょっとこう台座オープン。網目の上にこうドロドロしたエイリアンっぽいですね、デザインになってますね。台座の端にはエイリアン・ロムルスのロゴが入っています。あとは口の方ですね、こちらのカエの顎の方が入っているのと、ネカ版のゼノモーフにも入っていたんですが、こちら傷ついた頭部のパーツですね、こちらの方も付属されています。今回のエイリアンは膝がこういう風に曲がってるんで、なかなか自立して立たせるっていうのが難しい感じなんですけどね、持った感じはかなりの重たさを感じますね。なかなか尻尾がね、こうブラブラしていいですねそれではじっくり見ていきたいと思います。それではフィギュアの方を細かく見ていきたいと思います。全体的に塗装がしてあって、こうかなり細かい塗り分けがしてありますね。この顎周りの筋っぽいところもですね、かなり細かく塗装がされています。この歯なんかはシルバーでちゃんと塗装がしてあります。口の中もですね、白っぽい感じなんですが塗装がしてあります。こういうパイプ類は金属調のですね、ちょっとメタリックな塗装になってますね。頭部についてはクリアパーツが使用されています。そこそここう頭部の中の方がですね、透けて見えると思います。この目のへこみの方もですね、少しこう透けて見えるようになっていますね。
それから胸の方ですね。あばら関係が結構細かく作られていて、こういったところもこう膨らんでるようなイメージがですね、よくできてますね。この背中の真ん中のトゲに関しては、初期のエイリアンだと横にこう突き出ているんですが、それだとこう頭を上げた時に当たるということで、それを意識したのかどうかわからないんですが、少しこう下がり気味のこの背中のトゲになってますね。この頭部の後ろとか裏ですね。これも非常に細かいディティールになってますね。それから腰の方に行って、スコーチドデノモーフは腰が結構くびれてましてですね、ちょっと女性的と言われるところですかね。真ん中のパイプは独立したパイプになってますね。これが両サイドにあります。で、中央のこの突起ですね。これが降りていくと。で、独立したパイプはこの2本だけで、これのパイプはモールドになってますね。少しこうあばらの中を上がっていくようなところも再現されてますね。股関節から太ももにかけてですね、比較的つるっとしたこう塗装になってますね。これがメタリックなパイプ状のディティールになってますね。太ももの裏はこんな感じ。ここら辺もですね、細かく塗装がされています。で、ふくらはぎの部分があって、このトゲの方が再現されています。前の方に戻って、この膝からかかとに向けて伸びていって足首という感じですね。足首の方は細かいこの爪関係ですね。かかとの方もそうなんですが、こういった爪関係がですね、細かく再現されています。塗装の方も塗り分けが結構細かくできています。尻尾の方は細かいディティールがこう連なってるような感じで、こう自重で垂れたりせずにですね、ピンと立ってるような尻尾ですね。先っちょがちょっとこうくるっと回っていたりします。このフィギュア自体はアクションフィギュアになってますんで、各所が動くようになっていて、まず頭部の方ですね、前後動ができて、回転もできて、あと横へのこう移動ですね、こういったところもできるようになっています。口の方もですね、よっちょ、こんな感じで開けることが可能になっています。横のこの筋っぽいところが結構柔らかい樹脂でできています。顎周りはちょっとゴムっぽい材料でできていますね。この首周りもですね、少しこう柔らかい材料でできてますね。曲げた時に無理がなくっていう感じですね。で、胸の部分で前後動ですね。可動範囲はそれほど多くないんですが、この部分で前後動ができて、さらに腰の部分で前後動ですね。それからひねることも可能になっています。横にもこう動くようになってますね。胴体の方もゴムっぽい材料でできています。曲げた時にですね、無理のない状態っていう感じですかね。腕の方は肩関節の方ですね。これが上下動をするのと、だいたい90度ぐらいまで上がるイメージですかね。腕の付け根は球体関節になってますんで、少しこうですね、上下前後に動くようになっています。それから肘の方ですね。ここも二重関節ではなく一重の関節ですね。ただしこの関節部分にやはりゴムが使用されていて、曲げた時にですね、こうふにゃふにゃ曲がるようになっています。で、あと手首の方もですね、これがゴムのカバーがついていて、関節が見えないようになってますね。で、前後動みたいな感じで、あと回転ですね、動くような形になっています。股関節の方はマニュアルによると、動かすときは下に下ろして動かせというふうに書いてありますね。開脚は結構いきますね。開脚はこのぐらいまでいきますね。あと前の方には
結構胸につくぐらいまで前の方行きますね。足の付け根で回転ができるようになっています。膝の方はですね、これも一重の関節なので、曲げてもこのぐらいが限界ですかね。さすがに正座はちょっとできそうにないな。それから膝から伸びていって足首の可動ですね。この足首の関節部分もゴムのカバーがついていて、足首の関節をですねこう見せないようにしていますね。でこれが回転もできますよという感じですね。あと尻尾の方は針金が入っているので、ある程度形状を変えることができます。かなり可動範囲の広いフィギュアになっています。ただしですね、こういったゴム関係はですね、経年でおそらく切れてくるので、あんまり長持ちはしないかな。おそらく10年もすればですね、こういったゴムがこう劣化して切れてきてしまうかなという気がしますね。手首の方についてなんですが、少しこう握ったような手首ですね。それから伸ばした手首ですね。から少しこう曲げたような手首ですね。この手首が3種類で、左右ですね、合計6個の手首の方が付属しています。この顎を交換する時なんですが、結構硬くついてて、意外とねこのインナーマウスが当たってですねはめづらいんだけど、よっしゃいった、付属の磁石の棒を使ってですね、インナーマウスを出し入れすることが可能になってます。ピュッと、こんな感じですね。意外とね飛び出す長さもいい感じじゃないかな。この刃がねこう開閉するとなおかつ良かったんだけど、残念ながらそこまではいかないですね。よっと、これね中に磁石があるのかな。下にしても刃が出てこないですよね。ブシャーブシャーって感じですね。やっぱこれがなきゃエイリアンじゃないですよね。でこの頭部のカバーもですね、結構爪が硬く入ってて変えづらいんだよな。外れた。よいしょ。ちゃんとこうドクロが再現されてますね。ここにこの傷のついたカバーをはめると映画で印象的だった頭に傷のついたエイリアンが再現できますという感じですね。あとはおまけのフェイスハガーの方なんですが、この指の根元に球体関節があって、指をですね全部こう細かく動かすことが可能になっています。あと尾っぽの方はですね針金が入っていて、曲げることが可能になっています。ちなみにマニュアルの方はこんな感じで開いていく折りたたまれたマニュアルになっています。ちゃんと日本語も表記されてますので、細かく可動範囲の説明やですね部品の交換方法が書いてありますので、そこら辺はですね、問題ないと思います。台座の方なんですが、結構ディティールの凝った台座になっていて、中央部分にこの股間を支えるアームの方がついていて、この上にエイリアンを乗せて立たせるという形になっています。それから面白いのがですね、ここに USB の差し込み口があって、電源を差し込んで裏にスイッチがあるんですが、これを入れるとですねこの LED がつくという感じになっています。この上にエイリアンを乗せて下からこう照らすというような、なかなか面白い台座になってますね。結構高額なフィギュアではあるんですが、おそらくディティールの方も最高の再現度になってますし、稼働を見てもですね申し分ないフィギュアになってますんで、エイリアン大好きっていう人はですね、
ぜひこの機会に手に入れてみてはと思います。では今回の動画は以上となりますので、また次回の動画でお会いいたしましょう。パー。